はい、どうも今回楽曲制作担当させていただきましたモナカの小橋と申します。よろしくお願いいたします。同じく楽曲制作担当させていただきましたモナカの高橋です。よろしくお願いいたします。今回は遊びもさんの方からうちの会社が前に制作した楽曲とかをすごく気に入っていただいたらしくて、そちらの方をその作家さんたちでということでオファーをすごくいただいてありがたいお話です。最初に資料をいただいた時にものすごいこれぐらい厚さがあるファイルをいただきまして、この紙の量を見て熱意がすごいなと。中身を見るともう直球のファンタジーというか、そこまで王道のファンタジーっていう意外とやったことがなくて、これは面白そうだなと思って、ぜひやらせていただきたいという話で参加しました。そうですね。僕も最初に資料を見せていただいた時に結構その量がおってなって、大体普段のうちの仕事ってこういう楽曲が欲しいですっていうのも結構直球でいただく感じのリストとかをもういただくことが多かったんですけど、まずじゃあ資料ですとっていう感じでいただいたのはなかなか珍しくって、じゃあとりあえずこれを全部読むぞって言って持ち帰って一生懸命読むところから始まって、それですごくなんかもういろいろ丁寧にもう基盤の部分がすごいしっかり作ってあって、その制作の方々がどういうものを最終的に作りたいのかっていうのがものすごくビジョンが明確になってるなっていうことがすごく感じ取れたので、その上で楽曲制作するにあたってすごくこちらも明確にこういうものをじゃあ作ろうっていう方向を定めることができたと思います。今回ゲームが MMO ということで、そのプレイヤーの方がゲームを進めていない時間っていうのも最初から想定できるので、例えばフィールドの曲だったり長時間聴くシチュエーションがある曲っていうのは長時間聴いても疲れない曲にしようということで、なのでその分音色も絞り込んで、音色でキャラクターを立てなきゃいけないので何を使うかっていうのを決めて、なるべく分けて作る。逆にフィールドから一歩入ったところになるともう少しキャラクター強く出していったりとかで、バトルになったらもっと盛り込んでいったりとか、音楽の密度は明確に差別化しようという意識で最初から作っていました。そうですね、先ほど高橋君が言ってたみたいな感じで MMORPG って楽曲だけの単位に見るとやっぱりメリハリを出さないとどんなところでも同じ曲が流れてるみたいな印象になってしまうし、その相対的にすごい他のゲームに比べてプレイ時間がやっぱり長くなる以上聴いてる時間が長いので、1曲に対してそのノッカロリーの高い曲をずっと聴き続けて飽きたみたいな風になるべくならないようにということで、そこのメリハリをちゃんとつけないといけないよねっていう話は最初に作る点で画面とか見せてもらって、なるほど、こういう画面、そのプレイ画面とかでこういう感じのところに濃い楽曲が乗ってやっぱりちょっと浮いてるねみたいなところをいろいろ話し合ったりとか、実際そのもう少しもっと盛り上がっていいところみたいなところは多分もうちょっとやっても大丈夫だろうなみたいな感じ、そのさじ加減の部分を結構2人で相談し合ったりとかして決めた記憶があります。全部で、今回32曲いただいたんですけども、2人でリストをにらめっこしながらどっちの曲がいいみたいなリストを見た時にパッとこういう曲がいいなって本人の中で思い浮かぶパターンがあるので、そういうのあったみたいな、あったならじゃあその人がやるみたいな感じで大体担当分けをして、で最終的に曲数大体同じぐらいになるようにみたいな、どっちかだけが多いと喧嘩が始まります確かにそうですねお前の多くねみたいな、そういう家のおかずの取り合いみたいな感じ分断してしまってからは別々で作ってます。別の人間が一つの作品に対して曲を作る以上は最初にその総合認識としていろいろ情報共有をして、その認識を固めておくところがあるっていうことがさっきのお話ですかね。そうですね。例えば音色でどういう音色感にするとかっていうのは最初に話し合って、そういう意味では一緒には作ってるんですけど、そうですね、全体の雰囲気とか大体こういう感じでいこうと思うけどどうみたいなとか、そのどのぐらいのそのメリハリ感を出すかみたいなのも、今回の全体の楽曲制作のコンセプトとしてこういうところはちゃんと出していこうみたいな話をしたりとかですね。聞きどころっていうのはさっきの話にちょっと被るんですけど、フィールドの曲とボスの曲のメリハリ、フィールドこんなにこういう曲だったのにボスではもう日本のゲームらしく熱く盛り上げるすごい幅があるんですよ。なのでそれを聴いて楽しんでいただけると、ボスの曲気に入ってるのでぜひ聴いてほしいですね。苦労したポイント。そうですね。あとは最初にフィールドに出た時のこれから冒険に行くぞという曲があるんですけど、
その曲は個人的に気に入ってるので聴いてほしいです。そうですね。僕は一番最後のってこれを言うと最後にボスがいるのかみたいなことでネタバレにならないかなと思うんですけれども、最後のボスの曲をとりあえずもう自分が思いつく限りエモい感じにしようと思ってこうガーッとつぎ込んだ感じがあるので、ぜひ聴いていただければなと思います。あとなんですが、街の曲、多分最初に訪れるであろう街の曲、そこの曲がMMORPG ってやってると最初のやっぱり街の曲がちょっとホーム感が出てきて、ゲームやってない時でも聴くとなんかゲームやってる気がするみたいな、そこの思い出が蘇ってくるみたいな感じのホーム曲になるかなと思ったので、そこはしっかり特徴をつけてちゃんとテーマ感とかを入れたりとかしました。はい、なので街の楽曲を多分いっぱい聴くことにはなると思うんですけれども、いっぱい聴いていただけるといいかなと思います。あんまりそういうジャンルで分けてない気がしますね。いろんなものをとりあえず聞いて、自分がそれについてどう思ったかっていうのを、てかもう仕事かよってなっちゃうんですけど、趣味だと結構僕はメタル大好きなのでメタルいっぱい聞いてますね。クラシックとか研究目的というか、いろいろ新しいものを聞いて、それに対して自分がどう思ったか、これをお客さんが聞いたらどう思うかなみたいなことを考えるのもまたそれはそれで楽しくはあるので、そういう目的だともう多分ジャンル問わずいろんなものを聞くっていう感じでしょう。ただの趣味だともうメタルを聞いてこう頭を振ってるっていう感じです僕もあんまりこればっかり聞くっていうのはそんなにないですけど、劇版を仕事でやらせていただくことも多いので、とにかくドラマ、アニメ、映画とかで新しいものっていうのは基本的に見ますね。ドラマとアニメではどういう作り方の違いがあってとか、使われ方がどう違うのかみたいな。で、いいなと思った時にどういう音楽に流れてるのかなっていうのもやっぱり見ないとわからないので、新しいものと見ます。趣味も結構人から勧められたり、仕事で資料で音源いただいたりするんですけど、人から聞かされると基本的にいいと思っちゃうんで、それをしばらく聞いてます。そうですね。さっき高橋君が言ってたみたいな、その作品を見て、実際に当たってる音楽を聴いたりとかして、どういう思いを自分がするか、どういう意図でそういう音楽にして、それを聞いた自分がどういう気持ちが芽生えたかとか、大多数のお客さんが聞いた時にも多分こういう感情を覚えるんだろうなみたいなのをいろいろやっぱり作品を見ながら考えながら聞いたりとかして、同じ気持ちを味わってほしいなっていう時になったらやっぱりそれを参考にしたりとか、そういう感じをしますね。やっぱりいろいろそのゲームプレイして楽曲を聴いたりとか、気に入ったものがあったらサントラ買ってひたすら聴いたりとか、なんでしょう、サウンドトラックみたいな BGM みたいなものをやっぱり作ってる以上は、音楽だけでもちろんいいに越したことはないんですけれども、それが最終的に作品の中でどういう感じで使われていて、どういうものを心に感じたかなっていうのが一番大事だと思うので、それをちゃんと自分で体験して自分はどうだったかっていうことをちゃんと確かめるために勉強っていうと趣味なんですけれどもゲームやったり映画見たりとかそういう感じですね。はい。例えば趣味で聴いているもの、これが好きで聴いてるっていうものは楽曲制作に生かしてるというよりも多分好きだからそういうの出てくると思うんです。そうじゃなくて、この曲楽しめてる要素は何なのかっていうのをまず聞いて、それを自分でやってみるんですね。でそれをうまく今回の作品で使える部分があったら使っていこうかなっていう感じ。だから映画とか見てここいいなと思ったら、それがさっきの何が良かったんだろうっていうのを考えて、それを糧としていく感じですかね。自分のその引き出しを増やしていく的な意味だよね。最初は違うかもしれないですね。そうですね。純粋にまず作品を分析するぞで見ると職業病みたいなのが発生するんですよ。素直に作品が見れなくなるので、最初は絶対にそのまま楽しんだ方が、聞き返したりとかしてる時にやっぱここいいなみたいなところがやっぱ絶対出てくるので、そういうところを分析する感じですかね。最初から分析で見ると絶対面白くないと思うんです。そうですね。もったいないと思うので、面白いものはね、普通に最初何も考えないで予知識なしでこうバーッと見て、何にも音楽のこととか考えないで見ますね。なんで面白かったのかなって考えてから分析になる感じですね。そうですね。今回僕らは楽曲の制作担当させていただいたということで、ぜひ音楽注目して聴いていただけたらとても嬉しいです。で、スマホなんでぜひヘッドホンをお持ちの方はヘッドホンを駆使してね、最大限音楽楽しんでいただけたら僕らとしてはとても嬉しいです。よろしくお願いします。今回のゲームはビジュアルもすごく美しいゲームになっていて、そこに生命感というかそういう空気を演出する役割としてたくさん音楽作らせていただいたんで、
そこにも少し注目しながら、ぜひゲームを楽しんでいただけると嬉しいです。